うちぴこです。おつぴこ。今回はですね、初めてのレオパの選び方。はい。ということで皆さん、ヒョウモントカゲモドキ、通称レオパードゲッコをね、ご存知でしょうか？こんな感じでね、うちにもレオパ、飼ってるんですけれども、この子たちね、昔も今も爬虫類界ぶっちぎりナンバーワン人気なんじゃないですか？その人気の理由としましてはね、モルフと言ってね、品種、要するに種類がね、もう100通り以上いるんですよね。そのモルフの違いでね、色だったりね、柄、あとサイズとかね、あと目の形、あと顔の形とかね、様々なバリエーションがあるんですけれども、もう数がとにかく多すぎるんでね、もう何から、どの子から選んでいいかもわかんなくなるんですよね。なのでね、僕個人的なね、このレオパの選び方のおすすめというかね、今まで僕が買ってきたね、子たちの参考にね、しながら、あと同様にね、似た種類で西アフリカトカゲモドキ、通称西アフですね。この子たちもね、最近モルフいっぱい出てきてね、丈夫で飼いやすいですしね、レオパと似てるんですけど、ちょっと違うっていうね。この西アフのね、個人的なね、モルフ選び方法みたいなのをね、ちょっとお話していきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。はい。ということで、まずは1匹目はね、我が家の初レオパ、グラニットダルメシアンのカラヒーちゃんでございます。カラヒーちゃんはね、2017年8月12日にエンドレスゾーンさんでお迎えさせていただきました。生後約3ヶ月程度のベビタンからね、お迎えしたんで、現在で約8歳ですね。いや、気づけばあっという間ですね。この子をお迎えしたきっかけはね、僕ぶっちゃけね、最初はね、白いね、スノーディアブロブランコが欲しかったんですよ。でね、お店に行ったらね、ちょっといなくてね、で、たまたまこの子を見かけたらね、もうこの子が可愛すぎたんでね、はい。未だにね、ちょっとスノーディアブロ憧れはありますけど、いやもうこの子やっていうのでね、まさかのね、ダルメシアンをお迎えしたっていうね。いやだから皆さんもね、例えばYouTube で動画だったりとかね、図鑑とかでこのモルフが欲しいってね、思っててもね、会ってみたらね、全く違う子、お迎えしたりとかって結構あると思うんですよね。でも一番最初の取っかかりとしてね、数あるレオパの中でね、どの子を選ぶかってなった時はね、まずモルフからね、探す方が多いかと思います。この子のダルメシアンっていうのはちなみにね、スーパーマックスのエニグマっていうね、スーパーマックスのいわゆるこの黒のね、黒目のウルウルがね、チャームポイントなんですけど、あとエニグマっていうね、これちょっとね、エニグマシンドロームっていう神経障害がね、出やすいモルフだったりするんですけど、この子はね、もう、8年ぐらい飼ってるけど、神経障害もね、比較的軽めでね、ちょっと餌取るのが若干苦手かなっていうぐらいでね、1個はね、そのモルフによってはね、そういう弊害みたいなのもね、あったりするんで、飼う際にはね、その辺も注意が一旦必要ですね。ちなみにこの子のチャームポイントはね、このまつげのようなね、このわかります？このまぶたの上に点々点ってあるの、このドットがね、チャーミングで可愛いですね。で、色味もね、この薄ピンクでね、綺麗な色してるでしょ？ちなみに性別は女の子で、可愛らしいべっぴんさんのね、これもクールビューティーな顔つきですね、カラヒーちゃんは。ちなみにレオパの寿命はね、上手に飼うとね、20年から30年ぐらい生きたりする子もいるみたいなんでね、これからもね、長いことね、付き合っていきたいですね。続いてはこの子、ホワイト&イエローのイエローですね。もうイエローはとにかく面がいい。この子は2022年の9月6日、月光マーケットというイベントでね、ヤモハチ屋さんというブリーダーさんのところからお迎えさせていただきました。いや、本当はね、もううちカラヒーちゃんでね、もうレオパお腹いっぱいだったんですけども、この顔面にね、もう一目惚れしてしまいまして、でも色もめちゃくちゃ綺麗でしょ、イエローでね。まさにイエローという名の通りの。ちなみにこの子誕生日が2020年の9月14日生まれということで、お迎えした時にはね、もう約2歳ぐらい経過してたんですよね。なのでお迎えした時からフルアダルトサイズでね、めっちゃでかかったですね。男の子なんでね、やっぱカラヒーちゃんよりだいぶ頭もごついですね。基本的にね、やっぱね、レオパってね、ちっちゃいベビーの段階からね、売ってることが多いんですけど、ベビーから買うとね、それで、ね、色の変化とかね、顔の変化とかも楽しいんですけど、ちょっと顔がね、色だけじゃなくてね、顔も結構成長によって変わるんですよね。この子はね、もうこの2歳の段階で顔完成しててね、もうここまで来たらもうそうそうね、顔変わることはないだろうということでね、本当にね、何回顔言うねんって話ですけど、顔で選んで買いましたね。実際にね、視聴者の方にもね、イエローの顔ファンはかなり多いですね。なので僕はね、顔で選んでみるのもね、ありだと思います。そのためにはね、もうしっかりやって大きくなったね、フルアダルトの中から選ぶのが、ポイントなんじゃないかなとかね。よくイベントでもね、イエローくんみたいな子探してるんですけどってよく言われるんですけど、その場合はね、もう大体ちょっと大きめのね、もうしっかり育ったサイズで見てみてくださいっていうね、僕いう風にアドバイスしますね。ちなみにこのホワイト&イエローっていうモルフにもね、さっきのエニグマと似たようなホワイト&イエローシンドロームっていうのが出る個体もいるんですけど、この子はもうその辺は全くないですね。うちに来てからもね、結構しかもね、その後も大きくなってね、この通りもブリッブリのね、立派な体格ですね。では続いては西アフリカトカゲモドキですね。どこにいるかというと、このシェルターの中に入ってるんですけど、ちょっと出てきてもらいましょうか。こちらはですね、西アフリカトカゲモドキホワイトアウトズルーのイブくんですね。この子はね、2023年12月10日に行われましたエキゾチックレプタイルエキスポにてね、
オリザさんにてお迎えさせていただきました。僕にとってのね、初めての西ヤフですね。はい、この子をお迎えした一番のきっかけはね、もう柄がね、はい、もうイブくんという名の通りね、ちょっと頭のね、この上のね、ラインがね、YSL になっててね、はい、それがすごい個性的で良かったのとね、あとはね、ほんとぶっちゃけて言うとね、価格もね、かなりお求めやすかったんですよね。この値段で西ヤフ買えるのかということでね、はい、じゃあ今やということでね、しかもめちゃくちゃベビーでね、ここから成長の過程でどんな色変化していくのか楽しみだなっていうのでね、はい、お迎えさせていただきました。やっぱ西アフリカトカゲモドキはね、さっきのね、レオパと違ってね、ほとんどの種類がね、この真っ黒うるうるお目目なんでね、で、あとは顔つきもね、ちょっと丸っこくて、あとは英名のね、ファットテールゲッコの名の通りね、尻尾もね、レオパに比べて太くてね、体型もずんぐりしててね、よりこう丸みがあって可愛らしい感じしますね。はい、この、わかります？この上からのね、この、はい、ズール柄のね、模様が好きで、はい。もともとね、ネットとかでね、とか図鑑とかで見た時にね、西ア買うんだったら、ズールがいいかなと思ってたんでね、はい、かなり理想の子とね、出会わさせていただきました。で、うちに来てからこの子とにかくめちゃくちゃ餌食うんでね、めっちゃでかいです。はい。もう多分カラヒーちゃんより大きいんちゃうか、すでに。まだ言うてね、2歳ちょいだと思うんですけど、はい、西アフはね、もうとにかくね、もう餌よく食うんでね、多分もうちょい大きくなると思うんでね、これからのね、はい、サイズアップに期待ですね。はい、続いてはね、ここ爆睡ぶっこいてるのは、西アフリカトカゲモドキゴーストオレオズルの裏飯くんですね。この子は2024年6月30日のエキゾチックレプタイルエキスポにて、現 D-REX のね、加藤さんがもともとやられてた月光図ショップ青さんからお迎えさせていただきました。どうですか？真っ白でも超美しいでしょ。この子をね、お迎えしたきっかけはね、このゴーストオレオズルってね、高額モルフなんですよね。はい、だからずっと憧れでね、そのスノーディアブロブランコもそうですけど、僕はやっぱ白いやつ結構好きなんでね、いつかはお迎えしたいなと思ってたところでね、なんとイベント特価ということでね、超お求めやすい金額になっててね、これは今後この値段で買えることないだろうということでね、お迎えした時からね、ドベビーってほどではなかったんですけど、ちっちゃめのサイズで、このね、尻尾はね、もともとちょっとだけね、曲がってるのはこれ最初からでね、これは僕にとってかなりね、チャームポイントというか、はい、もうゴースト感、お化け感あるでしょ、この今日ニョロリンってなってるのが。はい、これもね、可愛いポイントだったんでね、はい、お迎えのいいきっかけになりましたね。やっぱね、成長につれてね、どんどん色白くなってってるんでね、はい、これからもっと純白になっていくんかと思ったらね、超楽しみですね。はい、ということでね、4匹我が家のね、トカゲモドキの、はい、お迎えしたポイントとかね、経緯をお話しさせていただいたんですけど、一番はね、もう自分の好みに合ったやつをお迎えする。これが何でもそうですけど、一番ですね。やっぱりね、自分で好きになったやつがね、より愛情を注げるしね、よりこうね、自分で調べてね、この子のためにこう、なんとかいい環境で買ってあげようっていうね、風にも繋がるので、はい。で、次にね、大事なのはやっぱ状態ですね。やっぱね、しっかりしたお店でね、しっかりした状態の個体をね、まず買うっていうのがね、一番。まずはしっかりね、お店でどんなものを食べてるのか、うんちしっかりしてるのかとかね、なんか病気ないかとかね、しっかり確認した上で、本当に状態がいい個体をね、選ぶのが一番だと思います。はい。ということで今回はね、我が家にいる、トカゲモドキたちのね、選び方のお話でございました。それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。